ちょっと想像してみてください。A 君と B 君は学生時代ほぼ同じでした。成績も同じくらい、頭の良さも同じくらい、特別な才能があったわけでもない。周りから見ても同じくらいの人間です。でも30歳になって再会した時、2人には明確な差がありました。A 君は会社員として働いていて、特に不満はないけど、人生が大きく変わる気配もない。一方で B 君は自分で事業をやっていて、時間もお金もある程度自由に使えて、趣味の旅行にも月に数回は行ける。もともと同じスペックだった2人になぜここまでの差が生まれたのか。これ、才能の差だと思いますか？運だと思いますか？実はどちらも違います。この差を作ったのが今回のテーマの変わるのが怖い人と変わらないのが怖い人です。どうも旅する起業家のるきです。今回は変わるのが怖い人と変わらないのが怖い人というテーマでお話をします。実はこれ人生が伸びる人と現状維持の人の違いなんです。今日はそれを本質的なところまで分解してどうすれば B 君のようになっていけるかを話していきます。今以上の人生を手に入れたいと思うあなたはぜひ最後までご覧ください。第1章、変わるのが怖い人の構造。まず世の中の多くの人が該当する変わるのが怖い人の A 君の構造を見ていきましょう。ここで大事な話なんですけど、変わるのが怖いのって別にその人の意志が弱いからじゃないんです。そう感じるように脳が設計されてるんですよね。1、損失回避バイアス。A 君は副業に興味を持ちました。この時の心境を見てみると、副業やってみたいな。でも失敗したらどうしよう。大変だし、今より疲れるかな。やっぱ今のままでいいか。結局何も変えないという選択を A 君は取りました。これってどういう状態かというと、得られる未来より失う可能性を優先してるんです。これを心理学では損失回避バイアスって言います。人は得する喜びよりも失う痛みを2倍くらい強く感じます。年収が10万円上がる嬉しさよりも10万円減るストレスの方が大きい。この損失回避バイアスという本能が現状を守ろうとして結果変わらない選択をします。2、扁桃体。A 君は YouTube で発信してみようと思いました。ちょっと発信してみたいな。でも、いざやろうとすると変なこと言って叩かれたらどうしよう。知り合いに見られたら恥ずかしいな。再生回らなかったらどうしよう。やっぱやめとこう。やる前から怖くなる。これってどういう状態かというと、社会的に危険だと感じている状態です。この状態を引き起こしているのが扁桃体です。扁桃体は脳の中の危険センサーで、昔で言うと敵に襲われるかもみたいな危険を察知する役割がありました。でも現代では人からどう見られるかにも反応します。つまり炎上リスクイコール命の危険じゃないのに脳は同じレベルで怖がってしまうんです。だから A 君にとっては YouTube で発信するという挑戦も危険な行動に感じて行動に移せないんです。3、現状維持バイアス。A 君は今の生活に大きな不満があるわけではありません。しかし、このままでいいのかな？一瞬そう思うけど、今でも普通に生活できてるしな。わざわざ変える必要もないかと、そのままを選びました。この状態は変える理由より変えない安心を優先している状態です。心理学では現状維持バイアスと言います。人は変化するよりも今の状態を維持する方が自然に感じるようにできています。変えない方が楽に感じるので現状維持を優先する設計です。人は意識しないと自然と同じ選択を繰り返してしまいます。4、脳の省エネ。A 君はいい習慣を取り入れようと毎日30分の読書を始めようと思いました。でも今日はちょっと疲れてるしな。集中力続かないな。やらない理由が自然に出てきます。これってどういう状態かというと、脳がエネルギーを使わない選択をしている状態なんです。脳って実はめちゃくちゃエネルギーを使います。だからできるだけエネルギーを使わないように働きたいわけです。なので新しいことを考える、習慣を変える、行動を起こす、このようなアクションって全部エネルギーが必要です。脳はエネルギー消費を嫌うので今のままでいいよと信号を送りやらない理由を探すんです。これも A 君が別に悪いことじゃなくてそういう仕組みになってるだけです。 A 君の構造をまとめます。失いたくない損失回避バイアス、危機を感じる扁桃体、今が安心を取る現状維持バイアス、楽したいを優先する脳の省エネ。このように本能的に人は変わらないようにできてます。つまり変わるのが怖いのは性格や意志だけの問題じゃなくて構造なんです。僕もそうだったんですけど、成長できない自分を責めたりいつまでも人生が変わらないと嘆くよりもこの構造を理解してどう立ち回るかが大事なんです。では B 君はどうその本能を突破できたかを次に見ていきます。ここからかなり重要な分岐点です。第2章、B 君と A 君の分岐点。B 君も最初は A 君と同じでした。変わるのは怖いし、できれば今のままでいいかもしれない。でもある時から少しずつ変わっていきました。B 君は自分がなりたい人たちを見るようになったんです。
自分よりも成果を出している人、自由に生きている人、お金も時間にも余裕がある人、幸せそうな人で気づいたんです。この人たち、自分と全然違う動きをしているなと。これは自分の現状と理想の差に気づいた状態なんです。さらに B 君はこうも考えました。ってことは、このまま同じことをしていても、この人たちみたいにはなれないよな。今の延長線上に自分が手に入れたい理想の未来はないと気づいた。自分の価値観や常識ではなく、外の自分がなりたい基準を知ったことで、同時に自分の未来が予測できるようになったんです。そして B 君は自分もそうなりたいと理想を叶えている人と接点を持ったり、動画を見たり、書籍を読んで自分がなりたい人たちの思考、行動を真似していくようになったんです。ここから B 君には4つの力が働き始めます。第3章、変わらないのが怖い人の4つの力。1、未来シミュレーション。B 君も最初は A 君と同じように働いていました。特に大きな不満があるわけでもないし、仕事も順調。でもある日、ふと考えたんです。このまま今の会社にいたら5年後、10年後、どんな生活をしてるんだろう。収入もスキルも毎日もそんなに変わってないんじゃないか。それを考えた時に少し違和感が出てきたんです。B 君は未来を予測し、先に体験してしまった。今じゃなくて未来を基準に判断している状態です。ここで活躍しているのが脳の前頭前野です。前頭前野は未来を考えたり、長期で判断するための脳の機能で、未来をシミュレーションする力があります。多くの人は今の感情や本能で判断します。でも B 君は未来から逆算して今を見ている。未来を予測してみたからこそ今の行動が変わるんです。じゃあ B 君はどうやって今の楽より未来を選べたのか。2、遅延報酬。B 君は未来シミュレーションにより未来を考えるようになりました。このままだと同じ未来が待っている。ここでほとんどの人は戻ります。今から頑張るのもしんどいしな。別に生活は困っていないし、仕事も頑張ってるし、また今度でいいか。多くの人は未来は分かっても今が楽な方を選んでしまうんです。でも B 君はここで少し違いました。今の楽を選んでもこのままじゃ後できつくなるのは想像つく。上司が自分の未来の姿、いつもイライラしてて顔もやつれてて楽しくなさそう。今ちょっとしんどくても未来の方が大事だよな。B 君は今の楽より未来を選び始めた。この状態を心理学では遅延報酬と言います。短期の快楽より長期のリターンを優先している状態です。多くの人は今の楽を選ぶ。でも B 君は未来のために今を使う。じゃあ B 君はなんでここまで未来を優先できたのか。もう一つ大きなポイントがあります。それが時間の価値です。3、時間の価値に気づく力。B 君は物事を長期で考えるようになってからさらに思考を深めました。仮に変わらない1年をあと5回繰り返したら5年が経つ。その5年はもう取り戻せないよな。今も過去には戻れないけど、これからの未来の時間を何に使うかは今の自分が決められる。B 君は時間の重さに気づきました。この状態は時間を消費じゃなくて投資として見始めている状態です。時間って全員に平等に与えられてるんですけど、唯一取り戻せない資源なんです。お金は取り返せることもあるし、やり直しもできる。でも時間だけは一方向にしか進まない。多くの人は時間をなんとなく使っています。でも B 君は時間の使い方が人生の価値を決めると気づいた。この時間の価値を理解した上で、どうやって実際に行動できるようになったのか。ここで最後のポイントです。不快に耐える力です。4、コンフォートゾーン突破。B 君は未来も見えたし、時間の価値も分かりました。でもそれでもやっぱり怖いな。めんどくさいな。やっぱ今じゃなくていいか。もう少し準備してからにしようかな。不快は頭の中でこだまします。多くの人はこの誘惑に負けて U ターンします。でも B 君はここで一つ理解してました。不快なのは当たり前。むしろここを避けていたら一生変わらないよな。これは不快を避ける対象じゃなくて通過点として捉えている状態です。人は基本的にコンフォートゾーンといって自分が居心地が良くて安心できる環境にいようとします。でも成長はコンフォートゾーンの外でしか起きません。だから B 君は怖いのはあるけど少しだけコンフォートゾーンの外に出る。小さく発信してみる。少し新しいことをやる。完璧じゃなくてもまず動いてみる。こういったコンフォートゾーンからの脱出をして成長を実感していくうちにむしろ変わらないのが怖い人になっていくんです。変わらないのが怖いということは前進がない現実が怖いということです。B 君の変化をまとめます。B 君は特別な才能があったわけじゃありません。まずなりたい人たちの思考や行動パターンを観察して真似をした。未来を予測してこのままでいいのかと違和感を持った。短期の楽より長期のリターンを選んだ。時間の価値に気づいた。不快を受け入れた。怖くても小さく行動し続けたら自然と動かない方が怖くなっていった。
逆に A 君は今の安心で判断して不安を避けてそのままの安心できる生活を選び続けた。これも別に間違いじゃないです。人間の本能ではそうなるようにできています。そしてどの人生を正解とするかはその人次第です。しかしそのまま同じ選択を続けるとそのままの未来になる。今日からできることで、これを聞いてどうするかなんですけど、もしあなたが今の人生で十分幸せという方はそう思える人生を歩んでいるだけでも最高なので、何かを変える必要はないと思います。しかしもしあなたが今よりも人生をもっと良くしたい、もっともっと成長できる自分になっていきたい、そう思うなら今日の A 君の構造を頭でまず理解した上で B 君が辿った道を参考にしてみてください。で、ここでどうしても個人的な感情や自己防衛が働く可能性もあるので、できれば AI に聞いてみて今の自分を客観視してみることをお勧めします。例えば AI に聞くのは、1、あなたがなりたい具体的な自分や人生。2、今やってる習慣やどんな毎日を送っているかを細かく伝える。3、今の日常の延長線上にどんな未来が待っているか。1のなりたい自分にはなれる可能性はどれぐらいあるか。これを聞いてみてください。もし AI がそのままでもなれるというなら、今のままでも方向性は合ってるかもしれません。もしなれないという回答だったら、ではどうすればなれるのかを聞きながら B 君の動きをしてみてください。AI もいいんですけど、自分がなりたい人生をすでに実現している人に直接聞いてみるのもありだと思います。まずは今の自分を客観的に見て分析から始めてください。で、もう一つあるんですけど、一番意識せずに変わる恐怖への耐性をつける方法は、このチャンネルでも推している一人旅行です。一人旅行は単なる趣味に見えがちなんですけど、実は計画、リサーチ、実行、分析、改善というサイクルを自分一人で行って、変化や挑戦への耐性も自然とついていくので、かなりおすすめなアプローチです。詳しくは他の動画でも出しているので、再生リストの一人旅行シリーズを覗いてみてください。変わらないのが怖い人はずっと成長し続けられる人です。できないと思っていたことができるようになっていきます。あなたはどの恐怖を持ちますか？このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。共にいい人生にしていきましょう。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。